ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、東京の渋谷で起きた台湾から来た女の子へのぶつかり被害と、それに対する日体のネットの反応、そして日本特有のぶつかり族問題という話題についてよ。現在、日本の観光地でのマナー問題と同時に、わざと人にぶつかる悪質な行為が SNS で大きな議論を巻き起こしているの。今日は渋谷のスクランブル交差点で起きた台湾少女への突き飛ばし騒動、そして在日台湾人男性が明かした日本のぶつかり族のリアルな実態について徹底的に解説していくよ。渋谷のスクランブル交差点って言うたらいっつも人が多かところやんね。そこでわざとぶつかるとか信じられんばい。頭おかしかと？外国からわざわざ遊びに来てくれたお客さんにそんなことするなんて日本の恥じたい。本当に危なくて悲しい行為だよね。まずは、このニュースがどのようにして世間に知れ渡ったのか、事の発端から説明していくと、事の発端となったのはね、中国の巨大 SNS である WeChat で26日に配信されたある投稿なの。WeChat っていうのはメッセージアプリと SNS が合体したような、中国では生活に欠かせないアプリなんだよ。そこで台湾の少女が東京の街中で恋に突き飛ばされたという投稿が配信されて一気に情報が広まったの。中国の WeChat で台湾の女の子の東京での出来事が配信されとるとね。それだけこの問題が国境を越えて注目されとるって言葉い。で、その投稿には具体的にどんなことが書かれとったと？まずね、東京、渋谷のスクランブル交差点で撮影された一本の動画が25日に大量に拡散されたと記しているの。そして動画には台湾の少女が日本人女性にぶつかられて倒れる様子が映っていると状況を伝えていて、さらに許せないことにぶつかった相手はさっさと立ち去ったと書かれているの。この動画があっという間に広まって大きな議論を呼んだことを伝えているんだよ。はあ？ぶつかって転ばせといてさっさと立ち去ったと？逃げるた卑怯者の極みばい。人間のクズやね。相手が子供やけんって舐めとるとしか思えん。謝ることもせんとか、どういう神経しとんの？葵の言う通り、本当に信じられない神経だよね。しかもね、その投稿によると、この少女は母親と一緒に東京旅行の最後の夜を過ごしているところだったそうなの。日本での楽しい思い出を締めくくる大切な時間だったんだよ。有名な渋谷のスクランブル交差点で記念写真を撮って旅の楽しい思い出を形に残そうとしていた中でのまさかの出来事だったの。旅行の最後の夜にそんな目に遭うなんてかわいそすぎるばい。せっかくの日本楽しかったねっていう思い出がその非常識な女のせいで台無しやん。日本に対する印象も最悪になるばい。で、その時女の子はどういう状況やったと？動画の中の少女の様子も詳しく描写されていて、少女はね、カメラの方を見ながら後ろ向きにぴょんぴょんと跳ねていたそうなの。おそらくお母さんがカメラを構えていて、それに向かって楽しそうにはしゃいでいたんだと思うよ。投稿主は背後から歩いてきた女性が強くぶつかったと明確に伝えているの。後ろ向きに跳ねる。まあ、周りが見えとらんけん。人が多いところではちょっと危なか行動ではあるばい。でも、旅行でテンション上がっとる子供がはしゃぐのなんてよくあることやんね。それを大人が背後からわざと強くぶつかるとか完全に狙い撃ちしとるばい。サイコパスやん。本当に悪質だよね。しかも、体の重心が不安定になっていた状態で強くぶつかられたから、少女は勢いよく前方に倒れ込んでしまったと伝えられているの。アスファルトの地面に前方に倒れるなんて、一歩間違えれば大怪我につながる非常に危険な状況だよ。うわぁ、想像しただけでいたか。顔から突っ込んだり骨折したりしてもおかしくなかばい。女の子、大丈夫やったと？幸いなことにね、少女は膝をすりむいた程度で大きな怪我はなかったそうなの。それだけは本当に不幸中の幸いだったよ。膝のすり傷で済んで本当に良かったばい。でも、心の傷は計り知れんばい。日本が怖い場所になったかもしれん。許せんね。ネットの人たちはこの動画見てなんて言っとると？その投稿主はね、ネットユーザーからの声も紹介しているの。それ、動画を見た多くの人が、これはぶつかり族ではないか、という声を上げているんだよ。出た。ぶつかり族。自分より弱そうな女の人とか子供ばっかり狙ってタックルしてくる、卑怯な連中やんね。捕まえて、全員に往復ビンタ食らわせちゃるばい。葵、怒るのはわかるけど落ち着いて。でもね、この出来事がネットで拡散されると、ある奇妙な状況が起きたの。
投稿主は台湾世論には批判の矛先が当事者の親子に向けられるという奇妙な状況が見られたと伝えているんだよ。なんで被害者である親子が叩かれなあかんと？意味がわからんばい。完全に被害者叩きやん。実はね、SNS には女性を批判する声がある一方で、親子の行動を問題視する投稿も寄せられたの。例えば、台湾の少女が渋谷でぶつかられる。親は撮影だけに気を取られて公共マナーに無頓着？といった投稿があったそうなのよ。確かに人が多いスクランブル交差点で後ろ向きに跳ねたり、親が撮影に夢中になったりするのはマナーとしてどうかっていう意見が出るのも少しはわからんでもなかばい。でも、だからといってわざとぶつかっていい理由には絶対ならんやん。まさにその通りだよ。葵の指摘はすごく鋭いの。でも、ネット上ではこうした投稿のコメント欄にさらに厳しい意見が書き込まれたの。跳ね回って撮影すれば邪魔になるとか、親がしつけをしないから台湾人の印象が悪くなるといった書き込みがあったと伝えられているんだよ。台湾人の印象が悪くなるって、同郷の人たちからの厳しいプレッシャーやね。確かにマナーは大事ばい。でも、マナー違反と暴力は全く別次元の話たい。親の注意不足があったとしても、背後から突き飛ばして怪我をさせる悪意の方が100万倍罪深かろうもん。ネットの人たちは論点ばすり替えとるばい。本当にその通りだよね。マナーの問題と意図的な加害行為は分けて考えないといけないの。でも、このニュースはこれだけでは終わらないんだよ。台湾メディアの中時新聞網が27日にさらに突っ込んだ報道をしたの。日本在住の台湾人が日本で恋にぶつかられた自身の体験談を明かしたという内容なのよ。日本に住んどる台湾の人のリアルな声やね。これは貴重な証言ばい。どんな内容なん？でも、その前に、ここでみんなにお願いがあるの。急になんで？もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんな、ポチッと押しとってね。よろしく頼むばい。で、すみれ、その台湾人の人の話の続き、はよ教えて。続けるよ。渋谷のスクランブル交差点で台湾から旅行に来ていたとみられる女の子が歩いてきた女性から恋にぶつかられて転倒する映像が物議を醸す中、日本になんと21年間も居住している台湾人男性が SNS のスレッズで声を上げたの。彼はね、加害者は間違いなく日本人だと強く訴えたんだよ。21年も日本に住んどる大ベテランの言葉やね。説得力が違うばい。でも、なんで、わざわざ、日本人だ、って強調したと？そこには、ネット上の根拠のない憶測への怒りがあったの。男性は、渋谷の件について、加害者は、絶対に日本人だ。もう大陸人、中国人かもしれないなどというのは、やめてほしい、と投稿したんだよ。悪いことが起きると、すぐに、どうせ外国人の仕業だと、責任転嫁しようとする風潮に、釘を刺した形なの。ネットでよくある都合の悪かことは全部他人のせいっていうあれやね。自分の国の恥ずかしか現実から目を背けとるだけたい。日本にも悪い奴は山ほどおるってことを認めなあかんばい。本当にそうなんだよね。そして男性は他人に体当たりする行為は最近始まったものではなく日本では長年存在していると指摘したの。これは一時的なブームのようなものではなく日本の社会に根深く存在している問題だと言っているんだよ。さらに、衝撃的な事実も明かしたの。友人の親戚が駅の階段を降りる際に突き飛ばされ、転落して病院に搬送されたこともあった、と語っているのよ。駅の階段で突き飛ばす？それ、もう立派な殺人未遂やん。一歩間違えたら命に関わるばい。そんな恐ろしかことが日常的に起きとるなんて、日本社会の闇は深すぎるばい。悲しいけれど、それが現実なの。そして男性は自身も日本で何度もぶつかられたことがあると明かした上で彼なりの対処法を説明しているの。葵、どんな対処法だと思う？博多弁でブチ切れて威嚇する。とか？難波しよとか貴様って。葵ならそうするかもしれないけど、彼はもっと心理的な作戦なの。彼はこう説明しているよ。もし時間に余裕があるときは無言のままずっと相手のそばについていく。そして、ずっと相手を見続け、相手にわかるようにするって。無言で？ずっと見つめながら横ば歩くってこと？それ、めちゃくちゃホラーやん。気持ち悪か。でも、確かにプレッシャーは半端なかね。そう、そのプレッシャーを利用するの。男性は、すると、相手はだんだん後ろめたくなり、最後には私に謝ってくる、と説明しているんだよ。
わざとぶつかるような人は、本当は小心者だから、反撃されないと思ってやっているの。だから、無言の圧力をかけられると耐えきれなくなるんだね。なるほどね。相手の弱さばつく、頭の良か作戦倍。でも、時間に余裕がなか時はどうすると？別の体験談も語ってくれているの。若いカップルにぶつかられた時のことを挙げていてね。カップルの男性がわざとぶつかってきて、振り返ると、こちらに向かって舌を出してきたそうなのよ。だっさ。わざとぶつかって、振り返って舌出すって、小学生のガキンチョか。彼女の前で生きりたかっただけやろ。最高にかっこ悪か男ばい。本当に幼い行動だよね。それに対して男性はどうしたかというと、私が駆け寄って彼の襟首を掴んで殴られたことないのかと言うと、驚いて何度も謝ってきた、と振り返っているの。おお、スカッとするばい。やっぱり、そういう卑怯者にはガツンと言わなあかんね。襟首掴まれてビビって謝るくらいなら、最初から生きるなって話したい。彼女もドン引きした野郎ね。まさに、その通りで、女性の方の反応についても触れているの。女性の方がよほど大人で、彼を一発叩いて、頭を下げて、私に謝罪してきたそうだよ。彼女、グッジョブバイ。そんなダサい彼氏、とっとと別れた方がよかよ。男のメンツ丸つぶれやね。自業自得だよね。そして、この男性は、渋谷の件について、最後に、とても強いメッセージを残しているの。女の子がふざけていたのが悪いとか、ぶつかられても自業自得などと言わないでほしい、と訴えているんだよ。ほんとそれ。どんな理由があろうと、わざと怪我させるような暴力が正当化されるわけがなかっちゃん。さらに、男性は、ぶつかり族の恐ろしい本質について、こういう、ぶつかり族は、こちらが、普通に道を歩いていたとしても、わざとぶつかってくる、と述べているの。つまり、被害者に隙があるから狙われるわけではなく、彼らは、ただ標的を探しているだけなんだよ。だから、日本人は、絶対に、こんなことはしないなんて言わないでほしい、と訴えかけているの。耳が痛か言葉やね。日本人は礼儀正しくて親切だっていうイメージに、私たち日本人が甘えとる部分があるんかもしれん。現実から目を背けちゃいかんばい。そうなんだよ。彼は、さらに厳しい言葉を続けているの。申し訳ないが、こういうことをするのは日本人だけ。ぶつかり族も日本特有で、日本人ですら頭を悩ませていると、はっきり述べているんだよ。日本人だけ、日本特有か。外国人からそう見られとるっていうのは、本当にショックばい。でも、実際に、駅とか街中でわざとぶつかってくるおじさんとか、ニュースでもよう見かけるし、否定できん現実があるちゃんね。ストレス社会の歪みが、こういう弱者への攻撃に向かっとるんやろうか。葵、すごく深い洞察だよ。社会のストレスが背景にあるのかもしれないね。そして、男性の投稿は、最後に、こんな言葉で締めくくられているの。日本を色眼鏡で見ている台湾人や物事の是非に関わらず、盲目的に国を愛する日本人に言っておくけど、不満なら台湾に帰れ、なんて言わないでくれよ、と釘を刺したのよ。うわぁ、全部お見通しって感じやね。ちょっとでも、日本の悪いところば指摘されたら、すぐに、嫌なら出て行け、っていう人、ネットにようおるやん。それって国を愛しとるんじゃなくて、ただの思考停止ばい。問題ば解決しようとするんじゃなくて、臭いものに、蓋をしとるだけたい。本当にそうだね。21年も日本に住んで、日本のいいところも悪いところも知っているからこそ、この男性は、あえて厳しい現実を突きつけてくれたんだと思うよ。盲目的に国を愛するのではなく、悪い部分は悪いと認めて、改善していく姿勢が大切なんだよね。本当やね。今回の渋谷の女の子の件も、単なるマナー違反のニュースで終わらせちゃいかんばい。安全で優しい日本を取り戻すために、一人一人が考えなあかん問題たい。ということで、今日は中国 SNS で拡散された台湾少女への突き飛ばし事件から台湾ネット世論の反応、そして在日台湾人男性が明かした日本特有のぶつかり族のリアルな実態という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。